で、軽くかき混ぜます。で、ご飯を入れたら手早くかき混ぜていきます。はーい、めちゃめちゃ美味しそうなチャーハンできました、これ。はい、どうも、料理の皆さん、リーズです。今回はですね、コラボ動画でございます。何のコラボ動画かというと、味の素さんのコラボでございます。僕といえば、味の素みたいなところはあるんですけども、今回はですね、旨味調味料なんですけども、この旨味をね、最大限に活かせる料理って何かなと思った時に、僕がね、一番最初に思いつくのがね、チャーハン。僕ですね、毎日しこ名チャーハンっていうのを作ってるんですけども、その時にも味の素入れてるんですね。なんですけども、今回はですね、がっつりとですね、ニンニクを効かせた至高のニンニクチャーハン。これをね、作っていきたいと思います。めちゃめちゃうまいですよ。今回はもうがっつりとニンニクを効かせてですね、旨味の効いたチャーハンっていうのをこれから作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、早速材料説明いきたいと思います。味のつけるのをですね、ほとんどこの、味の素でですね、やっていきたいと思いますんで、こちらは、必ず用意してください。卵です。で、今回ですね、卵2つ使います。卵ってすごくですね、卵との相性がいいんですよ。至高のチャーハンの時も、そうだったんですけども、たっぷり卵1人前に2つ使っちゃいます。これがめちゃめちゃ美味しいチャーハンになります。具材なんですけども、今回ね、もうシンプル。こちら豚こまです。前はですね、豚バラでやったんですけども、今回は豚こま。豚こまの方が入手しやすいじゃないですか。ちょっとね、油の多めのところを選びました、今回。これを、細かくして具材にしていきます。はい。長ネギなんですけども、だいたい4分の1本、30g ぐらいかな。細かく切って入れることによって、長ネギの香りがチャーハンに移ってすっごく美味しくなりますんで、あと、食感ですね。ニンニクです。小さめのニンニクのサイズなんですけども、これですね、3かけ分、だからたっぷり入れます。はい。これ1人前に入れます。はい、がっつりとした、ニンニクの香りをつけていきます。そして調味料なんですけども、お塩、黒胡椒、お酒、ほんの少しのお醤油です。はい。チャーハンなのでご飯も、あるんですけども、後で温めた、ご飯 200g、こちらに用意しますので、それも用意しておいてください。ということでですね、今回ですね、がっつりした、料理を作るためにはですね、やっぱりね、自分もね、がっつりしたドリンクをですね、元気にいきたいと思いますので、がっつりしたドリンクを用意したいと思います。やっぱこれですよね。はい、ということでがっつりしたドリンクでがっつりと僕にパワーをつけていきます。いただきます。最高のチャーハン作れるということでやっていきたいと思います。長ネギなんですけどみじん切りです。これね、おのおの皆さんお好きなみじん切りの仕方で全然平気ですんでね、これぐらいかな。包丁でね、こうやっていつも僕潰してるんですけども、これだとね、なかなか力が入らないっていう方もいらっしゃるんですよ。なのでですね、そういう時は、こういうお持ちのグラスとかをこう押し付けてもらうと、はいね、すぐ潰れますからね、これね。目はね、取り除きます。ちょっとね、焦げやすいんでね。チャーハンっていうのはですね、ちょっと強火でやるので、目はね、できれば抜いた方がいいです。切っていきます。これね、僕なんかもニンニク好きなんで 3かけぐらい入れますけども、ちょっと怖い方は2かけぐらいでやっていただいてもいいですかね、これね。避けときましょう。豚こまって結構、細かいんですけども、おすすめは、お肉はですね、こうやってですね、細かく切る。はい。細かく切って、できればですね、お米ぐらいの、サイズにカットした方が美味しいです。なぜかというと、パンにね、馴染むんですよね。だから、食べた時にこれで一体感が生まれます。できるだけお米のサイズぐらいに細かく切ってあげると、ひき肉までいかないぐらいですかね。バラとかでもできますよ。豚バラとかの方が油も乗ってて、こってりしたチャーハンになるんですけども、今回はちょっと豚、こまでもできるよっていうのをちょっと皆さんにお教えしたかったので、こんな感じですかね。味の素と相性がバッチリの卵。ボウルに割って、これね、チャーハンを作るときに大事なものっていうのは、下処理を全部、炒める前に全部ね、やっとくこと。そうしたらね、焦んないで失敗しません。かき混ぜます。こんな感じで。OK です。ご飯を温めておく。チャーハンで使うお米は、炊いた温かいご飯にしてください。温かくないと、ちょっとね、べしゃっとなっちゃうので、冷やご飯とか使うと、べしゃっとなりやすいんです。ちゃんと熱々のご飯を用意するのがポイントです。はい、それではですね、ご飯を温めましたんで、材料は全部フライパンの横に置いといて、チャーハンっていうのはこう手早くやるのがコツなので、材料は全部置いといてください。はい。フライパンにサラダ油を大さじ1半。これが大さじ1かな。で、半分。だからね、ちょっとね、たっぷり使います。油はですね、ケチらないでください。チャーハンはですね、油が命です。油を、多めに使うことによって、チャーハンがパラッと仕上がります。
で火にかけます。お肉にはですね、軽くね、もう1つまみぐらいでいいんで、軽く下味の塩を入れていきます。フライパンを温めておきます。それぐらいで1回熱してください。フライパンが温まったらお肉を入れていきます。お肉を細かくして、最初に炒めることによってこの豚の油をですね、サラダ油に移していきます。そうするとですね、非常に香り高いチャーハンになります。これね、ちょっと重要なところです。油だまりを作ってあげると、よくこの豚の油がサラダ油に移っていきますので、焦げ目ちょっとついてきたなと思ったらですね、ここでニンニク入れちゃいます。はい。で、軽くさっと混ぜてですね、軽く火が通ってくるとすぐニンニクのいい香りがしてきます。そうしたらですね、ここに卵、ここからはねちょっと手早くやっていきますよ。卵で軽くかき混ぜます。でちょっと、スクランブルになったらここにご飯で、ご飯を入れたら手早くかき混ぜていきます。ご飯入れたらね、お玉の方がいいです。細かくこう切るように炒めていくタイプです。でここでね、味付けしていきます。お塩ですね。はい、今回ね小さじ半分使うんですけども、薄味が好きな方はちょっと加減してください。ここでお塩と同じタイミングで味の素でございます。123456789分です。なんで味の素を入れるかっていうと、味の素って余計な香りをつけないんですよ。今回はニンニクの香りを際立たせたい。なので味の素を使います。素材の香りを邪魔しないんですね。ニンニクチャーハンにですね、味の素を使う理由になります。これすごい重要です。ここで長ネギ、はい、そして胡椒はね、思ってるね3倍ぐらいでいいです。この香りでいける。そしてですね、今回はお醤油少し入れます。もう香り付け程度です。仕上げにお酒です。これね、仕上げにお酒を入れるとこのチャーハンがですね、今かなりパラパラなんですけど、ちょっとしっとりするんですね。これはね、完全なパラパラよりもちょっとしっとりしたチャーハンが好きなので、最後にお酒で香りとしっとりさを醸し出していく。で全体が混ざって火消しちゃわないでちょっと味見してくださいね。盛り付けに行きたいと思います。綺麗に盛りたいのでここに入れていきます。ちょっとね押し込みます。こうやって押し込んだらお皿にね当てて、そうするとはい、めちゃめちゃ美味しそうなチャーハンできました。これ紅生姜ね、ちょっと添えていただくとあればでいいんですが、小ネギねちょっと上に乗せてあげると色合いが綺麗ですので、これですよ皆さん。香りがすごい。香り、はい、至高のニンニクチャーハン、ありがとうございます。はい、それではですね、できましたので早速食べていただきます。この見てください、香りがね、うわやっべえチャーハンにかけてはね、僕ほんと昔相当作ったんで、チャーハンはうますぎます。卵の分量が多いからやっぱりふわっとしてるんですよね。ふわっとしつつもお米の感じがあってほぐれるんですけども、しっとりしてるという完璧なチャーハンになってます。そしてこのニンニクの香りね、少し焦げたお塩の香りも乗っててですね、非常にうまい。すっとこう旨味が入ってくる。この味はね、味の素使ってるからですよ。多くの方々が中華スープの素とかっていうのを使ってると思うんですけども、それももちろん美味しいんですよ。美味しいんですよ。僕の一番美味しいと思うチャーハンはですね、やっぱり卵の分量が多くて卵の相性がいいこの味の素を使うこのチャーハンでございます。そこにニンニクの香りが乗ってね、ガツンという香りもありつつも上品な仕上がりになってる。豚こま肉、これもですね食感をプラスしてくれて最高のチャーハンになってる。大変なことにハイボールに合います。皆さんたまらん。味変でラー油とかかけちゃったりして、ちょっと垂らしてうますぎる。これ本当にうまいよ。チャーハンはね、俺本当自信あるわ。ということでですね、皆さんこれねやってください。上品な味するんですよね。これね、鶏ガラの香りではなくてですね、卵の香りとですね、このニンニクの香り、これを生かしたチャーハン、ぜひ食べてもらいたい。至高のニンニクチャーハン、絶対損させません。ぜひ作ってみてください。